ベラトール初代王座を争う戦いが始まります。日本人ファイター同士による一戦になりました。このベルトを巡った戦いです。ハイポークのような形になっちゃいましたね。前に出たところ指が入ってますね、ちょっと指が入ったんですね。競技の続行不能と判断されました。崩れ落ちた新龍誠です。あの試合できたでしょと思ったんで、あそこで止めちゃうとやめちゃうと、格闘家ではないんじゃないかなとは思っちゃいますよね。決まった。やば。やってない。うわ俺。全然大丈夫。全然。やば。やってない。心に穴が開いた感じでした。すみません。やらなくちゃいけない。すみません。申し訳ないです。やれるんだったらお見せか。はい。お願いします。初代ライジンフライ級王者決定戦、堀口恭司 VS 新龍誠。僕は何も出さずに堀口選手だけ出してくれたんで、僕の方が余計に優勢になったんじゃないですか。また新龍とやるのは嫌だ。文句は言いましたけど、普通にいいっすよみたいな、しっかりぶっ飛ばして勝つっていうぐらいですかね。やばって思ったっすね。最初は当たった時本当に見えなかったですね。目の中入っちゃって打撲的な感じだと思うんですね。ドクターとレフェリーが見えるかって言うんですよ。視界は見えますかって聞いて、彼の答えが見えないだったんで、判断はドクターストップ。自分でやるかやらないか、続行したいかしなくたいかって聞かれたと思ってるファンが多いと思うんですよ。けどそういう聞き方はしないんですよ。どこまで見えるかって、ここから先が見えないって話にとっても見えないんだねって見えませんって言ったら、じゃあダメって。止まる時にめっちゃヤジ聞こえて、その時我に戻ったじゃないけど、やばいやらなくちゃいけないっていう風になったのは覚えてますね。やっちゃった。あの時にもしも続行したかったら嘘ついて見えるって言わなくちゃいけなかったってことなんですよね、要は。みんなの声聞いた瞬間にそれが一番いいと思います。やばい俺プロじゃないなと思って。いい子すぎるんですよ。だから引きこもっちゃったんですよ。外出たらちょっと気づかれたりとかあったんで、そういうのでもやっぱもう出たくないなと思ったり。でかかったっすね、僕の人生で結構。堀口君だったら見えますって言ったと思いますね、あの性格だと逆に。競技の続行不能と判断されました。俺の場合はもう何が何でもやるんで。それは覚えてないですけどね。何も変わらずひたすらやることをやってるって感じですね。He stands taller than all, any weight, from work ethic to discipline to speed, power. He really is. He's a unicorn. ライジンさんがベルトを作ってくれたので、自分が巻かないと、盛り上がらないんじゃないかなと思うので、しっかり巻きに行きたいなと思ってますね。
さあここは埼玉スーパーアリーナ、大外が聞いた。予定勝者堀口。本当にトップ取り行くなら、フライだろうなってもう分かってたんでね。なんだかんだ2試合してないですけど2試合分ちゃんと作ってますからね体はい、これってはっきり言ってもう仕方がないじゃないですか。なんかダメなことをなんかずっと考えてても意味ないし、もうそこの時間もったいないじゃないですか。だったら楽しいことやった方がいいじゃんっていう感じなんで。PFL に買収されて、そのフライ級っていう階級がまずできるのかできないのか、自分が一番どうなっていくんだろうなっていう感じですかね。Especially at that weight class, his finish rate is super high, and there's not many people that can match his speed and power. Do you believe that Kyoji would be able to capture UFC mounts? It's tricky with Pantoja, champion there, so I really am not a fan of teammates fighting one another, so I would never. どっちが強い弱い、タイミングですよね。一つのミスで勝ち負けが決まるんで、自分はファイターなんで、もちろん自分が勝つ思いますよ。それはやっぱりまだ取ってないベルトっていうのもあるんで、そこをしっかりと目指して世界一強いんだぞっていうのを見せたいなと言ってますね。日本人も世界のベルト負けるんだぞっていうのをなんか見せたいなと思って。史上最強のメイドインジャパン、堀口選手が一番強いと思うんですよ、世界含めても。絶対パントージャより強くないですか。フライ級世界最強を決めるのは実は今だと来週。俺はそう思うんです。だからここで今俺世界チャンピオンになるって思ってますね。新竜誠 USC フライ級って線はなかったんですか。ありましたよ。UFC ってどんなにいい選手でもコンテンダーでまずふるいにかけたがるんですよ。コンテンダーシリーズで21歳の若者をそこでふるいにかけるぐらいだったら、条件の交渉した時に明らかにやっぱりライジングの方がいいので、ライジングぐらいっていいんでしょ。世界一スタンダードでお金も得て経験も得て、やっぱり経験ってやっぱりもうね、ものすごく貴重なものだと思うんです。アスリートにとって今じゃあライジンでしっかりと堀口という大きい相手を倒してから行った方がいいんじゃないかっていう、 UFC のランキング11、2、3位ぐらいに勝つよりも堀口選手に勝つ方が絶対に価値は上がりますから。取り行きます。ベルト好きなんで。堀口選手殺してやるや。殺すぞてめえ、お前誰に言ってんだこの野郎ってなりますよね。今のそのブレイキングダウンとかもそうですけど、境界線がなくなっちゃってるっていうか、なんかそこがすごい嫌で自分は。トップブライツ旗揚げ大会の大会プログラム発表いたします。自分がその最初の頃はすごいいいイメージで空手とか武道とかそういうイメージで来てたのが、やっぱここ最近そのみくるくんとかのブレイキングダウンが流行ってきちゃって、なんかすげえ悪いイメージになってきちゃったなと思って、そこをしっかりと変えていきたいなっていうのがありますよね。不良で成り上がったって言ってるけど、極真空手ずっとやってましたよね。チート使ってるじゃないですか絶対ダメですよね。自分らは絶対一般の方とかと喧嘩するなっていうのはもう常日頃から言われてましたね。いいイメージを作ってきた格闘技っていうのをやっぱ壊されちゃうと、うわ俺がやってきたの何なんだよってなっちゃうじゃないですか。派手な試合をしてお客さん盛り上げたいな、格闘技こんだけ
なんだろう、人を感動させられるんだよっていうのを見せたいなと思ってますよね。さあ第1ラウンドが始まりました。この戦いはタイトルマッチです。で入りのスピードだったりとかっていうのをなんとなく感じれましたね。僕は何も出さずに堀口選手だけ出してくれたんで、僕の方が余計に優勢になったんじゃないですか。僕はやっぱ若いに成長するんで、また別人じゃないですかね。まあ勢いがいいってとこじゃないですか。やっぱり若いんで怖さを知らないんで、逆にそこが弱さでもありますよね。何も分かんないからがむしゃらにいっちゃう。僕が勝たないと未来がないんですよ、日本 MMA が。だって堀口選手が勝ってその先に何があるんですか。33歳でベルトを取ってちょっとずつ落ちてって負けてより今これが堀口選手を超えることに意味がある。あと少しフライ級最強を楽しんでください。ぶっ飛ばすんで、はい、もういいですか。今回その頂点を決める戦いなので、全部スピードだったり技術だったり根性だったり全て含めた MMA を見せれると思います。しっかりぶっ飛ばして勝つっていうぐらいですかね。格闘技こんだけなんだろう、人を感動させられるんだよっていうのを見せたいなと思ってますよね。ライジンに行けば世界一になれるっていう風な階級にしたいと思ってますね。それが本当最後の仕事かなと思ってます。はい。さあここは埼玉スーパーアリーナこれですね、打撃から立ち上げ、勝つっていう感覚がちょっと忘れてきてますね。毎日こうもがいてますから、疲労も抜けないし怪我も治りづらいし、それでも頑張ってるんだっていうところを見てほしいなと思います。次最後ぐらいの決意で。勝手には決めないでほしいですよ。もちろん生活のこと考えたら。お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。どうぞ。はい。お邪魔します。お邪魔します。息子のヒユですと奥さん妻の京香です。カメラ慣れしてんな。投げるか。サッカーボールキック。幸せをつかみました。ファイターとしてはやっぱり家族食わしていかなきゃいけないんで、そういうモチベーションはかなり上がりますよ。すごいパパになろうと努力しているのは感じますね。お風呂は夫が入れてくれてて、毎日進んでやってくれてますね。理由を私知らずにいた時はやめてって思ったんですけど、家族がピンチの時は黙ってる男はいないと思います。断る理由はないです。聞いた時はもうちょっと小木ちゃんのライジンへの思いも感動しましたし、ライジンがこういう場面で小木ちゃんに声をかけてくれたっていうことにもすごく感動して、
年ぐらいには2人目も欲しいなと思ってるんで、そうなってくるとやっぱり一軒家ですか。持ち家が欲しいなと思ってますね。へこたれてられないですね、マジで。でもまた失敗なる相手じゃないですか、奥さんからしたら。やれと言われたらもうやるしかないんで帰りを待つだけです。追ってくる、まだ追ってくる、左バッター、左バッター、ショット、フリー止めた。ドットソンはやっぱり左のパンチがものすごい強くて、結構誰でも倒せる選手ですね。身体能力すごく高くてですね、バネの塊みたいな、そういう選手ですね。負けてる選手ほとんど僕みたいなタイプなんですよね。結構こう根性系というか、荻窪博正スタイルですね。泥沼に引きずり込んでいきたいと思ってますね。フライなら UFC のチャンピオンにもなれると思ってます。ライジンに行けば世界一になれるっていうような階級にしたいと思ってます。それが本当最後の仕事かなと思ってます。はい。フライになることによってフィニッシュというか、そういうのも注目して見ててほしいなと思います。ライジンのフライ級盛り上げたいなと思ってます。自分としてはもうライジン全日本大会決勝戦ヘビー級の分みたいな、日本のヘビー級を背負っていくっていう意味では潰さないといけない。ヘビー級の日本人100人1回しか出ない。みんなが勝てなかったロッキーにも勝ってますし、これどんどん上に行きたいんで、今回は最後じゃないですかね、日本人選手であるのは。まあその辺のジャパニーズファイターとは向上心とか目指してるものっていうのが違うと思ってますし、そういう面では正直相手にならないですね。ある意味いいステップアップじゃないですかね。世界チャンピオンで極真の、まあ本当潰します。もう来年はね、世界に戦っていきたいと思ってますし、それを日本のファンの人が思ってくれるような試合をしたいと思うんで。飛び込んでいったが、これを一旦来た。上田幹夫が K1 初参戦、左のハイキック、これはダウンを取りました。この前鈴木千尋選手がね、二刀流達成しましたけど、ヘビー級で自分が第一人者になれたかなと思います。僕の精神には大山総裁の意志が宿ってると自分では信じているので。左の上段回しに前にまさに激戦になった。ヘビー級の本当の凄さというのを見せたいし、それがおのずと上田幹夫の強さを証明していくものにつながっていく。打撃の質は申し訳ないですけど、全然違うなっていうか。言ったこと覚えとけよって感じですよね。今の段階でも割と彼の長所短所も分析してるんで、まあこれは MMA なんで全部混ぜていきます。今回は僕が絶対に上田選手をぶっ倒して次に行かなきゃいけないっていうのがテーマだと思ってます。思う存分殴り合って最高の2023年締めくくりましょう。
とにかく環境は置いといて自分が一番びっくりしますね。俺ほんまにやるんやみたいな。はい。久保優太 VS 安保ルキア。ライジン MMA ルール5分2ラウンド。じゃあ乾杯。じゃあ大晦日よろしくお願いします。大晦日 MMA やろうよ。やらねえよ。やろうよ。やってみるのはいいんじゃない？練習しよう。教えるよ。大晦日だしな。はいはい。よし。やるか。いや、これはノリ、マジで。このめちゃめちゃはめられてる気すんな。いや、違う。はめられてる気違う。まあ当然周りからは多くの反対もあり、実は今日こういう形で発表してますけど、昨日の夜まで本人も悩みました。いやまあ俺が MMA ルールを選んだ理由は、まあそもそもまあ別に久保優太に MMA で俺負けるかなみたいな。そもそも MMA って喧嘩じゃないですか。俺多分久保優太に喧嘩で負けないんですよ。だからこれ勝てるわと思って、リアネイキッドチョーク決めれるわと思って、だから俺受けましたね。ちなみにリアネイキッドチョークのやり方はご存知ですか？いや知らんっすね。これから教えます。ちなみに安保選手は MMA の選手を時間にするとどれぐらいやったことあるんですか？昨日ブレイキングダウンのサップ西成さんにちょっと抜け方教えてもらいました。はい、初めてですそれが。僕は今日ある程度安保選手リスペクト感あってきてるのかなと思ったんですけど、まあ本当に MMA をバカにして、まあ久保だったら総合でもいけるんじゃないかなっていうのを多分思ってるんでしょうね。まあ僕自身もやっぱりそういう思いあったんですよね。まあ K1 での実績があったんで、やっぱこうある程度通用するんじゃないかなと。ただ全然別物だったんですよ。まあ日々の練習とかもやっぱこう立ち技から MMA の難しさっていうのは本当に思い知ったので。こう今正直俺本当に誰にも負ける気がないぐらい自信があって自分に、まあ、これルールとかどうこうもじゃなくてこの格闘技っていう競技においてだから勝ちますね。まあ、もちろんね久保優太選手はね昔本当にスター選手でしたし、俺も本当に子供の頃憧れた選手のうちの一人です。残り2分になりました。K1 ファイター久保優太選手をこう分析したときにやっぱりこう頭脳派、勝つために何をすべきかみたいな選択が常に見えていて、まあ、本当にコンピューター。もちろん立ち技ではすごいめちゃめちゃ強いと思います。はい、世界でもトップクラスの選手だと思ってますけど、1階級ちょっとかぶってなかったというか。残り2分になりました。スキルとかポテンシャルはそこまで高くないと俺は思ってて、ただまあ賢いんで、でもまあ今回やるのは喧嘩なんで、喧嘩に賢さは関係ないと思います。全然違いますね。これはもう本当 MMA 確かに何でもありっていうことで、ね、喧嘩に近いルールかもしれません。ただしやっぱりその MMA の技術体系がしっかりとあって、立ち技競技とは、まあ、同じ格闘技でも似て非なるものであるので、まあ本当にその厳しさを教えてやろうかなと思ってます。だから俺とお前とじゃ生まれ持った花が違うねん。バカがお前黙っとけよ。だからそれをちょっと大晦日見せてくださいよ。逆に見せてくれよ。先生今まで何人もやっぱ言うじゃないですか、1年はかかると。まあその言ってることもめちゃくちゃわかるんですけど、まあでも俺できそうな気したんですよ。俺そんな力も弱くないし、多分これいけるなみたいな。もう MMA を舐めすぎだなってちょっと思いました。あとはまあこのコツなんやなっていうのを分かって、無駄なところでこう力抜いて必要な時に力を入れるみたいな、そこのこう抑揚のうまさが多分 MMA のうまさなんかなみたいな部分を感じましたね、昨日一日して。本当に想像してなかった平本と練習みたいな、みたいな、ちょっと前まで俺ぶち殺したかったんやけどみたいなこと思うんですけど、まあ、平本と一緒にタッグを組んで、まあ、今回はやっていきたいっていうふうには思ってます。吹っ切れたっすよね。吹っ切れたっすよね。いいね、いいね。久保思い出せ。久保思い出せ。久保思い出せ。お前こうしたことも意外とやっぱ練習を見てても、安保これ勝つんじゃねみたいなぐらいなんか気合入ってますね。
で絶対勝てると信じてますあいつは自分を。だからもうそれ試合に出ると思うんで、本番に強いタイプだし行くんじゃないかなっていう。ライジンって、MMA の舞台じゃないですか。男同士ゴロゴロ寝転がって見てて面白いかなっていうところがあって、ゴロゴロしてつまらないっていうところに関してですが、いやまだ本当にそこは分かんないです。昨日始めたばっかなんで。でもただ俺はゴロゴロして面白くない MMA を見せるつもりはないです。はい。正直僕は彼の言う寝技ゴロゴロっていうところがもうその大変さを今一番もう身に染みてる立場であると思うんですよ。なんでこいつ本当にここが一番苦しいところなのにこいつ何言ってんだろうなっていうところがめちゃくちゃありました。ファイターだというのかな。アデサニアとかが近い感じになるんじゃないかな。スタイルが手足も長くて、ちょっと似てるかなっていうふうに思ってますね。もう彼の心をズタズタに折ってやろうかなと。彼が二度と MMA の舞台に立ちたくないって思わせることが、僕の使命だなって思ってます。いや本当に僕は勝つつもりいますよ。本当にやっぱやることに賞賛じゃなくて勝って賞賛だと思うんで、はい、僕は絶対勝ちます。だからここで本当に負けてしまったらこれまで2年間頑張ってきたことを全部なくなってしまうと思ってるんで、もう全力でいきます。俺とりあえず出たら盛り上がるんで、これ間違いないです。盛り上げれなかったことはないです。正直勝つことが一番盛り上がることこの先と思ってるんで、もうそれを遂行するだけですね。変な話、あいつのおかげで MMA 始めたみたいなもんなんですよ。絶対に朝倉未来と試合したいです。だからこの試合絶対に勝たないといけないんで。平本バーン普通に決めからぶっ飛ばしたいだけですあいつは殴って黙らせないと黙んないですよ。お前じゃ背負えねえよっていう感じです。俺しかいねえよ。